こんにちは。ゼロから宅建士第28回です。不動産の知識がなくても大丈夫です。前回までは都市計画法を学びました。今回からは建築基準法に入ります。建物そのものに関するルールです。特に道路と用途がポイントになります。一緒に着実に理解していきましょう。まず、今日の全体像を確認します。建築基準法は2つの規定に分かれます。はじめに単体規定と集団規定を学びます。それぞれ適用される範囲が違います。次に道路に関する規制を見ます。接道義務と二項道路が中心です。そして用途規制の考え方を学びます。どの建物が建てられるかというルールです。順番に押さえていきましょう。まず、建築基準法とは何でしょうか。建物についての最低限の基準を定めた法律です。その目的は大きく2つあります。1つは人の生命や健康、財産を守ることです。地震や火事に強い建物にするといったことです。もう1つは良好な街を作ることです。建物が集まると街の環境が問題になります。この2つの目的が規定の違いにつながります。そこを次に見ていきましょう。建築基準法は2つの規定に分かれます。1つ目は単体規定です。個々の建物の安全や衛生に関するルールです。例えば、部屋の明るさや天井の高さです。単体規定は原則として全国どこでも適用されます。山の中の一軒家でも守る必要があります。2つ目は集団規定です。街の環境を守るためのルールです。道路や用途の規制がこれにあたります。集団規定は原則として区域が限られます。都市計画区域と準都市計画区域の中です。この適用範囲の違いをまず押さえましょう。単体規定の具体例を見てみます。まず、種滅の最高です。住宅の陰圧では明るさが求められます。窓などの面積が床面積の7分の1以上必要です。次に、周密の換気です。換気のための面積は20分の1以上です。最高と換気で数字が違う点に注意します。次に、暑湿の天井の高さです。天井の高さは 2.1 メートル以上必要です。また、高さのある建物には設備が必要です。高さ20メートルを超えると避雷設備が必要です。高さ31メートルを超えると非常用の昇降機が必要です。数字は少しずつ覚えていきましょう。ここから集団規定に入ります。集団規定にはいくつかの柱があります。一つ目は道路に関する規制です。敷地と道路の関係を定めています。二つ目は用途に関する規制です。どんな建物を建てられるかというルールです。このほか、扁平率や容積率もあります。高さの制限も集団規定の一つです。これらの計算は次回にまとめて学びます。今日は道路と用途を中心に見ていきます。まず、道路の意味を確認します。建築基準法では道路の定義があります。原則として幅員4メートル以上のものです。幅員とは道路の幅のことです。国道や都道府県道、市町村道が含まれます。道でも道路になる場合があります。特定行政庁が位置を指定した位置指定道路です。そして幅が4メートル未満でも道路とする例外があります。それが次に学ぶ二項道路です。特定行政庁とは建築を許可する行政の窓口です。次に二項道路です。建築基準法の42条2項から来た呼び名です。幅が4メートル未満の
狭い道です。特定行政庁が指定すると道路とみなされます。昔から建物が立ち並んでいた道が対象です。この場合、道路の幅を広げる必要があります。原則は道路の中心線から2メートル後退します。この後退をセットバックと言います。両側が下がることで幅4メートルを確保します。片側が崖や川の時は扱いが違います。その反対側の境界から4メートル下がります。なお、後退した部分は敷地に参入できません。建蔽率などの計算から除かれます。次に、接道義務です。建物の敷地には道路との関係が求められます。敷地は道路に2メートル以上接する必要があります。この2メートルという数字が重要です。接する道路は建築基準法上の道路です。幅が足りない通路では原則として認められません。なぜこのような規制があるのでしょうか。火事の時の避難のためです。消防車が入れることも大切だからです。安全のための規制と理解しておきましょう。ここから用途規制です。用途地域は前回までに学びました。ポッド地域は住居系や商業系、工業系がありました。その地域ごとに建てられる建物が決まります。これを用途規制と言います。例えば、静かな住宅地を考えます。そこに大きな工場は建てられません。地域の性格に合う建物だけを認めるのです。全部を丸暗記するのは大変です。そこで覚え方のコツを次に見ます。用途規制の覚え方のコツです。まず、どこでも建てられるものがあります。神社や寺院、教会などです。診療所や保育所、派出所もそうです。これらはほぼすべての用途地域で建てられます。次に、住宅が建てられない地域です。それは工業専用地域だけです。住宅がダメなのはこの一つと覚えます。病院や大学はもう少し制限がひどくなります。低層住居専用地域などでは建てられません。工業や工業専用地域でも建てられません。覚え方は両端から押さえることです。低層住専と工業専用の両端が基準になります。用途規制でよく問われる点があります。一つの敷地が地域をまたぐ場合です。敷地の一部が別の用途地域に入ることがあります。この時、どちらのルールで判断するのでしょうか。答えは、過半を占める地域の規制です。過半とは、面積の大きい方という意味です。敷地全体にその地域の規制が及びます。半分ずつではなく、大きい方で決まります。建蔽率などとは扱いが違うので注意します。この違いは次回もう一度確認します。ここで今日のクイズです。正しいものはどれでしょうか。A は敷地は道路に1メートル以上接すればよいです。B は住宅がダメなのは工業専用地域だけです。C は単体規定は都市計画区域内だけです。少し考えてみてください。正解は B です。住宅が建てられないのは工業専用地域だけでした。A は誤りです。接道義務は2メートル以上でした。C も誤りです。単体規定は原則として全国で適用されます。今日のまとめです。建築基準法は2つの規定に分かれました。単体規定は原則として全国で適用されました。集団規定は原則として区域内だけでした。道路は幅員4メートル以上が原則でした。二項道路ではセットバックが必要でした。接道義務は道路に2メートル以上でした。住宅が建てられないのは
工業専用地域だけでした。地域をまたぐときは過半で判断しました。数字を中心に繰り返し覚えましょう。次回も建築基準法を続けます。第29回のテーマは建築基準法その2です。建蔽率と容積率の計算を学びます。高さの制限や建築確認も扱います。この動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。